おはようございます。人気多工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は塗装の全工程をご紹介していきたいと思います。何回かに分けてね。マーチンのアコースティックギターなんですけれど、この個体はトップ面以外を全部再塗装したんですね。再塗装をするに至った経緯というのは、バックのバインディングが剥がれてたんですよ。部分的にもちろん剥がれてただけなんですけれど、ペンチングナイフでね、こうやって差し込んでいったりすると、もう簡単にパキ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 って全体が簡単に剥がれていくような状態だったんですね。これを一旦全周剥がして、で、もう一回再接着し直したっていう、そういう状態です。本来であれば、バインディングのこの剥がれとかの修理っていうのは、マスキングをちゃんとして、再接着をした後に少しだけはみ出した接着剤とかそういったものを水研ぎをしてでもう一回艶出しをしたりとかしてである程度きれいにしてそれで完成になるんですけれど、今回はねこのご覧の通り D45 タイプなんですよ。貝の装飾ね、パワフリングのこの装飾、貝がね無数に埋め込まれてる豪華なやつなんですね。ですから、このね、パワフリングも、バインディングをこうやってね、剥がしていったりすると、簡単に取れるぐらいの状態だったんですよ。ちなみにネックの部分は、一部ね、欠損してたりしてなかったんですね。で、そういうところもちゃんと処置をして、修復して、今、とりあえずこの状態なんですね。通常の仕様であれば、少し粘性の高い接着剤を使って、接着していけばそんなにねはみ出ることはないんですね。接着剤は今回、使用したのは粘性の低い鉄鋼用で使うアロンとかで、それを使わざるを得なかった理由は、このパワフリングとか隙間に要は毛細管現象を利用して接着剤を浸透さすためにあえてサラサラの粘性の接着剤を使いました。こういったサラサラの接着剤を使ってしまうとマスキングを丁寧にしたところで必ずねはみ出しちゃうんですよ。それこそ毛細管現象で染み込んでいっていざマスキング剥がすともうこれはもう水研ぎとバフィングではもう対処できないなっていうぐらい汚くなるのはもう目に見えてたんで、なので最初から全面を再塗装するっていう前提でそれで、行ってます。なのでこういう風にね接着剤が汚いですけれど今からこれを、塗装全部剥がしていってそれで再塗装をします。大切なことを忘れてました。これは、単にバインディングが剥がれていたんではなくて木材が収縮することによって木材とねバインディングとの境目にもうかなりの段差ができてたんです。結局これを軽く水研ぎをしてバフィングをかけたところでこの段差自体っていうのはもうあからさまに残ったままですから全塗装するしかないというふうに判断したんですね。でね、この段差っていうのはバインディングの部分が木材より出っ張った形で、段差ができてたので削っていってそれでボディの木材の部分とつらい位置になるようにそういう風な、削り方で、処置していきたいと思ってます。この辺見ていただくと分かる通りバインディングはもともと白色なんですよ。クリアラッカーの部分で、アンバー色を混ぜてアンバーのね色にしてあるんですね。このマーチンに関してはご覧の通りボリュート付きで非常にやりづらいタイプですね。かっこいいんですけれどこの形ってね非常にね厄介ですね。はい。では、何回かに分かれるんですけれどざっくりね塗装の手順というか、説明します。最初に塗装剥がしです。その次に塗装をする前の生地調整ですね。塗装剥がしと生地調整っていうのは似てますけれど、異なるものとして捉えてください。塗装剥がしっていうのは、今塗装されている塗装を粗いペーパーで剥がしていくっていうそれだけですからね。生地調整っていうのは塗装をする前の生地の面、その他ね、バインディングの部分とか、綺麗にサンディングして仕上げる作業のことを生地調整って言います。で、その次にいよいよ塗装なんですけれど、大体大まかに分けると4工程か。一番最初に有コートシーラーっていうのを吹きます。ヤニ止めって言われてるやつですね。これはどういう役割をするかっていうと、それを吹くことによってそれから吹いていく塗料が木材に染み込みにくくするためのもの。その次がサンディングシーラーです。
サンディングシーラーというのは下地層って呼ばれてるやつですね。その次に下地が完璧になったらカラーです。着色層ですね。今回の場合はアンバーになるのかな。で、着色が終わったら上塗り層ですね。上地層ですね。トップコートを拭いていきます。で、これが塗料の吹き付けの工程ですね。で、その後に、今度は、水研ぎをして、バフィングをして、それで完成になります。一応ね、こういう流れでやっていきたいと思いますので、ぶっちゃけ面白くないですよ。もう絵的に全く変わらないので、もうひたすら削ってるだけなんで、すごく単調な作業なんで、コーヒーでもこう入れながら、夜ね、のんびりぼーっとこうやって見るのがいいかもしれないですね。はい。ということで、やっていきましょう。おはようございます。これから塗装を剥がします。その前に、準備運動ね。体力勝負ですからね。ガンガンいきますよ。とりあえず100番から始めてみます。この100番で削ってって、結構塗装がまだまだ厚いなとか、これはちょっと厚めの塗装だなとかって、そういう場合には、もうちょっと粗い100番とか、その番手に変えます。150番だと全然削られていかないので、これ100番に変えます。この辺分かりますか？ちょうど塗装が生地まで剥がれかけてる部分ですね。周囲よりこうちょっと薄くなってますけれど、この辺りも削れてきましたよね。こうやってだいぶこの塗装が剥げてきたのが分かりますよね。でね、こうやって削っていくと、塗装がまだ残ってる状態だと、この削った時のこの粉が色が白色なんですよ。完全に塗装が剥がれて生地まで出た状態でこうやってこすると木の削り粉になるんですね。で、これで塗装、要は生地の面まで、剥がれたかどうかっていうのが判断がつきます。
この辺のね、ボリュートの部分とかっていうのは、ギリギリまで攻めないで、ちょっとね、手前で、こう、削るのをやめる感じで。ここのボリュートの部分は、まあ、マーチン特有のね、すぐこう削れてっちゃうんで、はい、今100番で大まかにこういうふうに削ったんですけれど、あえてまだこういうね、塗装がまだ残ってるんですよ。わざとこういうふうに残してます。なぜそうするかっていうと、100番っていうペーパーは目がかなり粗いんですね。で、この粗い目のまま完全に塗装をこう剥がしていってしまうと、この生地の面にかなりね、深い傷がついちゃうんですよ。なので、こういう風に大まかに生地が見え隠れするなっていうぐらいまで削れたら、今度は番手を150番にして、それで完全に塗装を剥がしていくんですね。そうすると、最終的にこう番手を上げていった時に、深い傷がね、残ったりとかしないんですね。まあ、要は削り残しができにくいということです。で、150番で今これ削っていってます。塗装のね、ヘッドのこの角の部分っていうのは、まだ150番の段階では削りません。このマーチンのこのボリュートのところね、この形状、これがね、厄介なんですよ、これがついてると。特にこういう際の部分、こういうところとかね、なかなかこう、塗装が剥がれてくれないんですよね。で、あと下手に力入れてしまうと、ここの形状自体が変わってしまうので、そこもね、注意しながらね、地道にやっていかないとダメなんですよ。最初にね、お伝えした通り、ここのバインディングとこのネック材との境目っていうのはかなり段差があるんですね。なので、この段差がこう消えるように、このバインディングのちょっと出っ張ってる部分をこう削り取るっていうところも意識して、このギターはやってます。とりあえず、こんなところですかね。あともうちょっと細かい爪は、240番とか次の番手で仕上げるようにします。ポール・リード・スミスの時もそうでしたけど、私の場合はね、最初にこういう細かい部分を終わらせます。細かい部分をこう全部やり終わった後に、やりやすい部分をね、やっていきます。それから、こういう細かいところっていうのは、番手は150番を使います。それはなぜか、100番だと、さっきも言った通り、すごい深い傷がつくんですね。なので、こういう細かいところっていうのは、そういう深い傷を最初からつけないっていう、そういう配慮のもと、150番で私はやってます。別に100番でやってもいいんですよ。
後からね、綺麗に傷を消す技術があれば、何番の番手で塗装を剥がせばいいかっていうのは、別に人それぞれなんで決まりはないんで、あとね、ちなみにこういう角っこっていうのは、今回のこのマーチンのケースであれば、今この150番では私は落としません。これが例えばもっと R がきついね、ちょっと極端な例ですけれど、ストラトのボディの外周とか、ああいう風な、もっとこの角っこの面積が広いケースの場合は、ある程度150番とか100番とかでガーッと削っていって塗装を落とすんですけれど、こういう風にもう角が鋭角に立ってるケースっていうのは、この後の240番とかそのぐらいの番手でこうささっとやるだけで簡単にこう剥がれていきますから。はい、とりあえず今150番で、ここまでね完璧にというか大まかに塗装を剥がせました。で、あとこっち側はねもう楽なんですよ。こういう細かい造形とかもないので、あとはジョイント部ですかね。ジョイント部の方も、要は細かい部分っていうのは150番でやることが多いです。っていうのは、さっきも言いました通り、100番の傷って結構深く傷がついちゃうので、サンドペーパーの傷がね。なので、後でそれをね、落とそうと思うと、結構削り込まないといけないんですね。だから、細かい部分っていうのは私は150番のサンドペーパーを使ってます。そろそろ飯なので、昼飯の時間なので、昼ご飯食べてきます。こんな感じでね、綺麗に塗装が剥がれてます。これみんな150番の、傷ですね。はい、じゃあ次は、ジョイント部分、ここをやっていきます。使うジグはね、こんなやつ。こっちはフラットなんですよ。こっちはね、ちょっと曲面がついてる。こんなようなのを使ってやっていきます。こういう感じね。本来であれば、ネックをね、クランプに固定して、それで動かないようにして、削っていくんですけれど、カメラがね、どうしてもね、うまい位置に収まらなかったので、何も固定せずにね、やってます。しっかりこう、クランプがある人は、ちゃんとクランプで固定してやってくださいね。これ全部 iPhone で撮ってるんですけれど、もう iPhone 邪魔って感じでね、ほんとやりづらかったですね。これね、基本的に、木目と平行になるように削るのが、原則なんですけれど、こういう部分っていうのは、そうも言ってられないですから、適宜ね、こういう風な方向で削ることも全然ありです。後でしっかりこうね、そこの部分の傷を取れればいいので、粗いペーパーの傷をね。はい、こんな感じですね。このね、際の部分をきれいにね、塗装を落とすのが結構難しいんですよ。はい、今度は反対側行きます。使う、パッドっていうのは、薄手のゴムね。あれ何ミリだっけな ?2 ミリのゴム。で、当て木はああいう当て木を使ってます。この辺は、指でもいいと思います。慣れてればね。ただね、
要は柔らかければ柔らかいほど、そこの部分だけこう削れていきやすいので、気をつけないとダメですね。なんかこう何にも意識せずにこうやってこう擦ってると、塗装は剥がれたはいいけれど、いざこうやって撫でてこう確かめてみると、なんかこう削ってった部分だけちょっとへこんでたりね、多く削りすぎちゃってたりとかっていうそういうことがあるので、常にね、塗装の部分だけが、剥がれるように。あとはその剥がれた後にこう平面にね、綺麗になるように、凸凹がなくなるように、凸凹にならないように気をつけて、そういうふうに意識しながら削っていきます。はい、ようやくジョイント部が全部塗装剥がれました。ついでにね、ここのキャップの部分の塗装も剥がしちゃいました。で、あとはネックに関してはこの握りの部分ですね。この握りの部分をやればいいので結構楽です。ここは。はい、ここの握りの部分なんですけれど、削る方向はこうじゃなくてこうやります。こっち側だったらこういう感じですね。こうやってしまうとなかなかね、均一にね削れないんですよ。こうやってね、ネックのこの丸みに沿ってこうやった方が割と効率よく均等に削れます。でそれから、使う番手は、100番にします。あんまり細かい部分じゃないんでね。ちなみにこれ今使ってる、パッドはスポンジパッドですね。少し柔らかいパッド。この塗装のね、100番で荒削りする段階のペーパーっていうのはスポンジみたいな柔らかいタイプでも大丈夫です。ただし、150番に切り替えて、最終的にね、こう塗装をもう完全に生地まで落とす段階の時には、硬めの、パッドじゃないとダメです。ダメっていうかね、やってみればわかるんですけれど、柔らかいパッドであればあるほど平面が出にくいんですね。削れたなと思っても、こう、デコボコしてるんですよ。はい、こんなもんですかね。このぐらいまで削ったら、次は150番で削ってきます。これ今使ってるパッドは、コルクですね。木の板に、コルクを貼り付けて、それで使ってます。コルクの厚みはね、2ミリだったっけかな。こういうふうに、使うパッドというか、当て木を切り替えながら、適宜切り替えながら、作業をしていきます。さっきも言いましたけれど、今回カメラが邪魔で非常にね、やりづらかったです。本当であれば、こういうシチュエーションの時は、ネックに覆いかぶさるようにして、そういう姿勢で削っていくんですけれど、これ、
カメラを意識してあえてこういう風に撮ってますから、本来はこういう風にはならないです。とにかくカメラが邪魔です。はい、ひとまず完成です。ネックは全部塗装が剥げました。こんな感じです。まだね、ところどころこうやって黒い部分とかありますよね。まあ、こういう部分は、次の240番で消してきます。はい。で、今日はもう疲れたので終わり。翌日にボディ側をやってきます。はい、おはようございます。では次は側面と、バック面をやっていきたいと思います。今ね、こうやってボディの側面のこのジョイント部をやってますけれど、黄色いマスキングテープでガードしてますよね、ネック側を。こういう配慮はちゃんとしてください。まあ、といっても、そうだな。やんなくても、後からその傷が消せさえすればいいんですけれど、まあ、可能な限り、要は、余計な傷を最初からつけないと。そういう配慮が必要です。素人の方とかってね、こういう部分の配慮がこう欠けてることが多いんですよ。まあ、集中してね、もうこうやって一生懸命やって、はっと後で気づいたら深い傷がついちゃってるとか、そういうことってよくあると思うんですよね。私もありました。それこそ20代の頃とか、まだまだね、若かった頃ね。まあ、とにかく数をこなせばこなすほど、自分なりのこの手順が分かってきて、効率が良くなってくるんですよ。まあ、でももうあと10年ぐらいしたら今度はもうどんどんこう、技術は落ちる一方かもしれませんけどね。老化に伴ってね。はい、今こんな感じですね。こっち側も塗装が剥がせました。まあね、こういう感じで最初の元気のうちにね、集中力が高いうちにこういうめんどくさい部分を仕上げておくのが私のやり方です。いよいよね、カッターウェイの部分ですけれど、この辺とか最初にご紹介した通り、木材の収縮とかね、によってかなり段差があるんですよ、この部分って。このギターに関してはね。なので、今、その段差を削り込んで、平坦に、辛い位置にしてるところですね、これ。結構ね、段差があったんですよね。別にその段差が、バインディングとかパワーフリングが、こう接着が剥がれて浮いてね、段差ができてたとかってそういうわけじゃないので、長年のね、この木材の乾燥とかね、収縮、変化とかによって、こうバインディングの部分と、木材の部分でこう段差ができてしまうっていうことですね。で、これ今回のケースに関しては、バインディングの部分が木材より出っ張ってましたけれど、逆のケースもありますよ。バインディングの部分がこう、ちょっと凹んでるとかね、側面の部分が少し出っ張ってるとかって、そういうケースもあります。そういうケースの場合は、例えばそれをね、辛い位置にしようと思って、側面の部分をこう削っていくとなると、イコール側面の板圧が薄くなるってことじゃないですか。なので、あんまりそれよろしくないですよね。ですから、そういう場合は、もうしょうがないので、
究極はね、新しいバインディングに交換することなんですけれど、そうも言ってらんないので、大体ね、そういう場合はね、側面のこの、要は一番端っこ、バインディングに至るところまで、なだらかにこう、板圧をこう薄くしてあげるみたいなね、そういう処置を取ることが多いです。だいぶ削れてきました。このカッター上の部分も結構めんどくさいんですよね。ちょっとまだね、この辺とかね、一部残ってるんですけど、大体ね、こんな感じまでできれば、あとはね、だいぶ楽になってきます。一番簡単なのはバックですね。平坦なんでね。アコースティックギターの場合は、とにかく面積が広いんでね、単純にこの側面のこの幅だけ考えても、ストラトとかテレキャスの、側面の幅、あれの3倍ぐらいありますよね。ですからね、やっぱり剥がす量も多いですし、非常に手間かかりますね。時間がかかりますね。アコースティックギターの場合は。はい、この辺までいったら、番手を粗いやつに変えます。100番。で、大まかにガーッと削ってって、で、さっきみたいに生地がね、見え隠れするぐらいまで100番までやったら、そしたら、また150番で仕上げてきます。そうそう。ここでね、一つ、今回トップ面とヘッドの表面は全く手つかずです。塗装を剥がさないです。そういう場合にトップ面は剥がさないんだから、最初にこうしっかりマスキングでこうカバーして、それでこういう作業をね、した方がいいっていうふうに思う方もいらっしゃると思います。で、私はそれをしません。なぜかというと、どうしても面積が広いんで、新聞紙とかでね、こう周りはこうマスキングテープでやりますけれど、こう中央部分はこう新聞紙とかでなっちゃいますよね。でね、そういう風にした場合に、トップ面とその新聞紙の隙間に、粗い削り粉とかがね、もし仮に侵入しちゃうとすると、そこがね、もし仮にこうグッと押されて擦られた場合、トップ面に傷がついちゃうんですよ。なので、そういう危険性を回避するために、あえて、マスキングをせずに、こうやって塗装剥がしとかをしてます。で、これはね、そういう苦い経験が私にあるからこそ、言えることなんですよね。普通に考えたら、こんなね、塗装剥がしのような粗いペーパーでこうやって削っていく作業なんだから、マスキングすればいいじゃないかって思うかもしれませんけれど、実はね、裏目に出ることがあるんですね。その辺も、何回も回数重ねてって、失敗を重ねてるからこそ言えるんですけれど。このぐらい100番で剥がせたら、まだまだらにしか生地面が出てないですよね。この辺の色が濃い部分っていうのはまだ塗装が残ってます。なので、このぐらいになったら、150番で次はやってきます。あくまで私の場合はね、やり方は人それぞれなので、全然もう自由にやってください。とにかくもう塗装がきれいに剥がせればそれで OK なんで。
はい、今ね、だいたいこの辺かな。もうあとちょっとで半分終わるっていうぐらいまで削れました。こんな感じでただひたすら剥がしていくんですよね。修行ですね、修行。今日はね、もう日が暮れちゃったんで、また明日に持ち越しですけど。なんだかんだいろいろ電話の応対とか、来客があったりしたら、お客さんの対応とかね、そんなことやってると、なかなかね、集中してできないんですよ。はい、頑張ります。おはようございます。引き続きやっていきたいと思います。もうね、今日で最後にしたいんですけどね。はい、ここで一つ、剥離剤について、お話をします。この動画ね、見られていて、なんだ、ラッカーの塗装なんだったら、剥離剤使えばいいじゃないかっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですよ。でね、私はね、剥離剤使わなくなったんです。昔は使ってました。確かに、ラッカー塗装であれば、剥離剤を塗布して、火膨れみたいにね、なった時に、スクレーパーでこそぎ落とせば、ある程度塗料は剥がれるんですけれど、その後のね、後始末がね、結構めんどくさいんですよね。すごくベタベタしますし。一晩置いて、その翌日に今度は表面をペーパーで綺麗にしていくじゃないですか。で、その際もね、すぐね、ペーパーが目詰まりするんですよ。全体的にこうやって見ると、剥離剤も便利っちゃ便利かもしれないんですけれど、そういうね、余計な手間がかかるので、もうだったらもう最初からね、こういう風な感じで、サンドペーパーで塗装を落としていけばいいじゃないかっていうのが、私のスタイルにはあったんですね。なので、今は剥離剤は使ってません。全然剥離剤使ってもいいと思います。で、あとは、剥離剤は、バインディングの部分とかにね、触れちゃうと、バインディングの素材を溶かしちゃいますから、気をつけなきゃいけないです。という、そんな感じでございます。はい、ようやく側面が全部きれいに剥がれました。はい、で、あとはバックだけですね。ここはね、こういうくれてる部分とかもないので、さらにやっていきます。
はい、ようやくバック面まで来ましたね。だいたいバック面を最後にやることが多いんですけれど、もうここまで来ると非常に気が楽というか、もうあとね、手を動かしていけばいいだけなんで、ね、絵的に全然面白みないですよね、この動画ね。この動画を作ろうなと思ったのも、どうしようかなって最初考えたんですよ。だってさ、全然面白くないじゃないですか。ねえ。もうただひたすらこういう絵ばっかりですからね。これで終わりじゃないですよ。塗装した後に今度水溶きがありますからね。水溶きももうひたすらこの場面だけなので、じっくり見たい方はいいのかもしれないですけど、よくありますよね。本当に飛ばし飛ばしで、1分のショート動画ぐらいにまとめて、塗装を紹介するとかね。そういうバージョンもちょっとね、作ってみたいなとは思ってます。はい、ポンポンポンっていう感じで、はい、完成みたいな、そういう動画の方が多分再生回数は多いと思います。あともうちょっと。これ今100番で大まかに削れたので、今度150番ですね。こういう風な角の部分をやるときに気をつけないといけないのは、どうしても角っこの部分って力が入りやすいので、少しね、多めに削りやすいんですね。こう意識的にこう、力の加減をね、内側へ内側へこう寄せながら、削っていくっていうのがコツです。完成しました。完成？違う。全部剥がれました。はい、これでようやく全部削り終えました。ネックとボディの側面と裏面ですね。150番がこれで完了したということです。で、基本的にこれで塗装剥がしの工程は終了ですね。こうご覧の通り、ちょっとこのアンバーの部分が残ってますよね。ここはまだ塗装が残ってるっていうところなんですよ。で、こういう部分に関しては、まあ、150番でね、削ってってもいいんですけれど、その後の240番とかで、こう削り取っても大丈夫です。残ってても大丈夫です。マーチンはこういう削り残しは本当ないです。綺麗に仕上がってます。ところが、あえてそのくぼみのところの塗料を削り落とします。こうやって、ほら、こんな感じ。そうすると、塗装によっては、その他の露出している部分を新聞紙で覆って、それでやっていきたいと思います。